F 近藤です。今日は公共の経済分野基礎編応用編としてリーマンショックについて学んでほしいと思います。このグラフは円相場の推移を表しています。今日はこの部分、2008年9月に起こったリーマンショックについて学びましょう。2008年9月、アメリカの大手証券会社リーマンブラザーズはサブプライムローン問題で巨額の損失を抱え倒産しました。最終的な負債総額は約64兆円と言われています。全世界に金融不安が広がった瞬間なんです。これをリーマンショックと呼んでいます。サブプライムローンというのは低所得者、サブプライム層向けの住宅ローンのことです。当時のアメリカでは住宅価格が上昇していました。住宅をサブプライム層に販売するためにローンの審査基準がとても緩かったんです。さらに最初の数年間は金利が低く、その後金利が上がる仕組みになっていました。さらに変動金利だったんです。サブプライム層の人は自分の夢を実現させるために家を頑張って購入したんですね。価格が上がる住宅を担保に新たにローンを組み直して古いローンを返済する人も多かったようです。ところが2004年の6月ぐらいから2005年、2006年と FRB が景気の過熱感を下げるために政策金利を上げてきました。そのため住宅ローンの金利が上昇し、住宅ローンの金利が上昇しますから住宅価格も下落してくるという状況。その結果、金利が高くてローンを返済できない。また、住宅価格が下がってきたから、新しくローンを借りて返済できない人が続出したんですね。サブプライムローンが不良債権化したんです。当時、ローンは住宅ローン担保証券、これ別名住宅モーゲージ担保証券って言うんですけども、こういった担保証券や細分化されて他の債券と組み合わされた証券化商品として販売されていました。例えば、ハイイールド債とかジャンク債って言うんですけども、このハイイールドというのはリスクは大きいんですけども、イールド、利回り、利益が大きいですよ。こういった商品を実は金融機関がものすごく好んで購入したんです。当時、サブプライムローン関連の商品の危険性もですね、あまり認識されていませんでした。そして、過熱感があって、どんどんサブプライムローン関連の証券化商品が買われていたんですが、自分が持っているこの商品の中に不良債権化されたものがあるという、これものすごく大きな不安なんですね。ですから、多くの金融機関が、今度はこの商品をどんどん売り始めたんです。
こういった商品と深い関わりを持っていたのが大手証券会社のリーマンブラザーズでした。このリーマンブラザーズの倒産については、具体的にはサブプライムローン関連の CDS、クレジットデフォルトスワップというのが実はあるんですが、かなり難しいので、ここでは関連した商品がどんどん売られて、要はリーマンブラザーズの処理能力を超えていった。さらにリーマンブラザーズの株価もどんどん下がっていって、倒産したんだというふうに考えてくれればいいと思います。また、多くの金融機関がこういった商品を持っているわけですから、当然ですね、あの銀行は大丈夫かな、この保険会社って倒産するかな、いろんな不安があって、そういった不安が世界的な金融危機へとつながっていったんですね。このグラフはアメリカ住宅指数とハイイールド債の動きを表しています。ハイイールド債の動きについては参考に見てください。アメリカ住宅指数は2000年1月の価格を100として算出されています。この青いグラフがそうです。住宅価格がずっと上がってくる中で、サブプライムローン関連の証券化商品がどんどん買われてきます。そうした過熱感を抑えるために、FRB は2004年の6月ぐらいから金利を上げ始めています。この薄いオレンジの部分は FRB が金利を上げた期間なんです。金利が上がってきますから、ローンを払えない、そういった人が出てきます。サブプライムローン関連の商品を含んだハイイールド債は売られてくるんですね。ものすごい勢いで売られてきて、そしてそのボトム、2008年の9月にリーマンブラザーズが破綻しているんです。このグラフはとても分かりやすいので、参考までに見てみてください。今日は2008年9月のリーマンショックについて学んでもらいました。ニクソンショック、スミソニアン協定、キングストン合意、プラザ合意、ルーブル合意、ブラックマンデー、アジア通貨危機、そしてリーマンショック。こうした言葉はとても大切ですから覚えてくださいね。